皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今日は2024年5月1日水曜日です。今回の動画は昨日4月30日の日に血液検査をしてきましたので、その内容と、次の6回目ですね、6回目がいつになったのかということ、また、1週間ほど前に、お風呂場で転倒して、こちらにコブができていましたけれども、その後の経過と、実際に先生と相談した内容なども交えていきたいと思います。また、今現在続いている、副作用の状況も説明して、最後にですね、最後に、前々回かちょっと忘れてしまいましたけれども、以前に、抗がん剤治療中でも運動をした方がいいようですよということで、5回目の、実際に自分の副作用の間にその運動をしてみて、できた内容をお伝えしてみたいというふうに申し上げましたので、その内容をお話ししてみたいと思います。最後までご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。まず最初に血液検査の内容ですけれども、今こちらの方に出しております。これを見ていただいて分かるように、5回目の、検査前のデータと2週間後のデータですね。こちら見ていただくと、全体的に白血球の数はもちろん少ないんですけれども、好中球数というのが1000を下回っていなかったということです。これによって先生が6回目はこのまま行って5月7日に受けることができそうだということで予約をして帰ってきました。で、今回もですね、1000を下回らなかったということで、自分としてはずっと続けているヨーグルト、バナナ、生姜、これが功を奏しているのではないかなというふうに思っています。現在もその食事は続けています。朝はヨーグルト、バナナ、それからシナモン、蜂蜜、フルグラを入れて食べていますし、また生姜ですね、生姜は吸ってスープに入れたりとかして飲んでいます。こういったことを日々続けていくことで、好中球数の復活具合が良かったのかな、下がり具合が少なくて済んだのかなというふうに思っています。こんな感じです。それであとはですね、先生の方から、受診した際にですね、一番先に言われたのは、頭打ったのって大きな声で言われたんですね。同じ病院なのでカルテが共通しているので、先生ももちろんその内容を読んだようです。で、事の次第は先生にお話をして、どうかなという話をしたんですけれども、脱水が原因かもしれないけれども、もしかしたらタリーゼが悪さをしているかもしれないので、眠くなるかって聞かれました。だから本当にもうすぐ寝ちゃうんで、あっという間に眠れるし、眠くなる率が高くなっているかなっていう話をしたんですけれども、先生は、やめた方がいいかなって言われたんですね。ただ私もその手足症候群の状況が悪くなってしまうと怖かったので、6回目の抗がん剤治療が終わってからタリーゼの服用を中止するかどうかを考えたいというふうに先生に申し上げて、処方してもらって帰ってきたっていう感じです。こんなところですね。で、頭部の方に関してもまたこれからお話しするんですけれども、今現在続いている、副作用に関しても味覚障害はまだ続いています。そして、手足症候群も今言ったように足先は腫れていて熱を持っている状態が続いていますので、冷やしたり保湿したりはしています。で、手先に関してはだいぶ暖かい時間が少し増えたかなと思っています。ですからこうやって手袋を外している時間も増えているんですけれども、でもやっぱりこう当たると痛くてお箸を持つことはあまりないですね。今もフォークとスプーンで食べていることが多いです。ただ、キーボードを叩いたりスマホを触ったりした時に、親指がスマホに触れた瞬間にビリビリってきてたのが今は来てない状態なので、効いているのかなというふうには思っています。
作用は味覚障害とですね、こんなところが続いています。こんなところです。で、脱毛に関してですけれども、こんな感じでどうでしょうか。眉毛まだこれだけ残っています。歯抜けですけどね、残っています。まつげももう本当に歯抜けになっていますけれども、まだ残っています。で、鼻毛も陰毛も体毛もすべて今のところツルツルになっているところはないです。ではそして頭ですね。頭頭髪も見ていただきますけれども、どうでしょうか。ちょっと毛が長いので、抜けてる量がちょっと分かりにくいかもしれませんけど、こんな感じですね。で、あとはね、問題のこの左が打った方なんですけれども、どうでしょう。夫は赤みがだいぶなくなっているっていうふうに言ってますけれども、いかがでしょうか。こんな感じですね。この辺打ってるんですよね。痛いんですけど、まだ触ると痛みがあって、見た目にコブの大きさがわからないかもしれないんですけれども、自分で触ると痛いのとこう腫れ具合が手ではわかりますので、まだありますけれども、1週間前に比べると徐々に減ってきてるかなという感じはします。こんなところですね。当たってしまったんで本当しょうがないんですけれども、もう痛みはあります。で、この痛みがですねあるだけじゃなくて、今、先生の方からは、1、2ヶ月は要注意だよって言われているところがあります。でそれも、頭部を強打したっていうことで、ここにですね、頭部を強打してすぐに撮った CT では現れなくて、その後 1,2 ヶ月した時にこの脳の表面に血液が溜まって血腫というのができる可能性があるらしいんですね。でそうするとどんな症状が起きるかっていうと、頭痛とか吐き気、めまい、意識障害、視力障害、歩行障害、こういうのがあるらしいんですね。でも今言った内容って抗がん剤の副作用だったり、あとタリーゼの副作用だったりするんですね。同じ症状なんです。なんで今の状態では抗がん剤やタリーゼの副作用なのか、ここの副作用なのかがわからないんですね。なんで、とりあえず、要注意はしていきたいと思いますけれども、5月中はそういう症状が出てもう副作用と思って、6月になったら、抗がん剤やタリーゼをやめた後のしっかりその、同じ症状が出たら分かるので、そしたら病院に行って調べてもらった方がいいかなというふうには思っています。こんな感じですね。で、最後にですね、その抗がん剤治療中の運動に関して自分が、5回目の時にやった内容をお知らせするんですけれども、これからお知らせする内容は大前提があります。大前提で、大前提は皆さんが手術をしたり抗がん剤治療をしたりするのはなんでかっていうことなんですよね。で、私の場合は手術をして抗がん剤治療をするのは生きたいからです。生きたいから、生きてやりたいことをしたいからです。これが大前提にあります。で、手術をした後っていうのは病院の方からもう最近はどの病院でも大抵そうだと思いますけれども、術後すぐに動かされますよね。動きなさいって言われませんか？で、私の場合も起きてなるべく歩いたりとか、こう体を動かすことをしてくださいと言われました。で、私なかなか動けなくて、リハビリの先生が来て手伝ってもらいながら動いたわけですけれども、そういう形で体を動かすことを推奨する病院が多いと思います。それってなんでかっていうと、筋力が落ちるのが早いので、じっとしてるとね、だから落とさないようにするためなんですよね。だからとても大事なことなんです。で、じっと寝たきりでいたりとか、あとは簡単に言うと、分かりやすく言うと、ギブスをした状態で骨折した時にギブスしますよね。そうするとそのギブスをしている手とか足とかっていうのは
ギブスを外した時にものすごく細くなっているっていうことを聞いたことないですか？あと、お年寄りが寝たきりになってしまって、寝ている時間が長いと今度歩こうとした時に歩けなくなってきたっていうことも聞いたことあると思うんですけれども、筋力って落ちるのがものすごく早いんですよ。で、1日2日ってずっと寝たきりでいると起きた時にフラフラしますよね、風邪でも。なんでそのぐらい筋力って落ちるのが早いので、だから病院では手術した後そういうふうにならないようにすぐに普通の生活に戻すように動かしたりするんですよね。で、病院で手術の時はそうなんですけれども、抗がん剤を受ける時って抗がん剤治療中の注意点って動いた方がいいですよって言われる病院ってあまりないかもしれないですね。ただ、私の病院は体力が落ちないようになるべく動いた方がいいよと言われたんですね。で、お友達から聞いた病院の先生の動画も見たんですけれども、その先生は抗がん剤治療中の最初の一番辛い時からでも動いた方がいいって言われていました。ただその動いた方がいいっていう内容も人それぞれ副作用があってものすごく辛い副作用の人もいますよね。もう、私のように痛みがひどかったり、私は吐き気はなかったんですけれども嘔吐が激しい人もいたりとか、いろんな副作用の中で動くことがとても大変だってやっぱり思います。なんでなんて言ったらいいんですかね、動くというと散歩したりウォーキングしたりする方がいいっていうふうに考える人もいると思いますが、もちろんそれもやらないよりやった方がいいと思うんですね。それって有酸素系の運動なので代謝を良くするための運動なわけです。でも筋力をつけるための運動っていうのは筋肉に負荷をかけて、ある程度の負荷をかけてやってあげた方がいいものなので、それを実際に私5回目の時にやってみましたので、私でできた内容なので一応お知らせします。ただ万人にできるかどうかは分かんないので、ご自身の体力を相談しながらやってみた方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、実際に私がやった内容はですね、本当に簡単なところです。例えば、トイレに座ったりとか椅子に座ったりしている時にかかと上げをします。かかと上げ、これって自分の体重の負荷はないので誰でも簡単にできますよね。かかと上げぐらいはね、食事しながらでもトイレに座っている時でもその回数は別にいちいち考えなくてもいいと思います。抗がん剤治療中はね。できるだけそういうふうに動かすっていうこととか、あるいは、今度はお風呂に入った後とか、私は洗面台のところに手すりがあるので、私はふらつきが激しいので手すりに必ず捕まりますが、捕まった状態でかかと上げをする。今度は自分の体重が負荷になっています。自分の体重が負荷になってやる運動っていうのも、筋力トレーニングになると言われていますので、それをやる。あるいはその捕まったままスクワットをするとか、あるいは、もも上げをするとかですね、そういった形で運動をしていました。できています。これは、回数はその時によって違います。10回できる時もあれば15回の時もあるし、ちょっと痛いなと思って途中でやめてしまう時もありますけれども、そういうことはしていました。で、どうしようもなく寝ている時はじゃあどうしたかっていうと、布団の中で、足首をパタパタ動かす。これだけでも筋力使ってますからね、パタパタ動かすってこととか、足を曲げたり伸ばしたり曲げたり伸ばしたり、これでもいいと思います。あとお布団の中でもう過ごさないといけないぐらいの時、辛い時っていうのは、そういうことあんまり考えられないですよね。でもその時に寝返り打ったりとかした時にちょっとストレッチをしてみるとかですね。ストレッチっていうのも筋肉を伸ばしたりするので、伸ばし縮みをするわけですから、とても筋肉にはいい作用をすると思いますので、本当に辛い時はストレッチだけでも十分運動になっていると私は思いますので、そういうのを続けてみるとか、この辺を5回目の一番辛い時、1週間の時にはやってみましたが、私的にはできましたので、
痛いと思ってうっと思ったらもうその瞬間数は数えてないんですけども、そういった形で、少しでも体を動かすことですね。体を動かすこと、そして筋力をつけることっていうことが、なんでいいかというと、この辛い治療が終わった後にすぐに日常生活に戻れるっていうことです。戻りやすくするということなんですね。で、日常生活に戻っていって普通に生活している人に比べれば抗がん剤治療をしているわけですから、体に負担もかかっていて、すぐに日常生活に完璧に戻れるかって言ったら戻れないとは思いますけれども、それを戻りやすくするために治療中から気をつけて心して、少しでも、運動するというか体を動かすということをやってみたらどうかなというふうに思います。何も、スポーツクラブに行ってトレーニングしなきゃとか、バーベルを持ってトレーニングしなきゃとか、そういうトレーニングしますよっていうふうに力まなくても、その、やってる姿勢でですね、普段何気ないところでできる範囲で体をいつもよりも動かしたっていうことだけでも随分違うと思いますので、一緒にやってみませんか。私もあと6回目ありますから、その時にも体を動かしていきたいなと思います。そして回復期にはそれよりもプラスアルファで積極的に行動してみたらいいんじゃないかなというふうに思っています。こんなところです。これが実際に5回目私やってみましてできた内容です。これ以外にもね、できる内容も人それぞれあると思うし、ここまでは無理って思う方もいると思いますけれども、何でもいいです。少しでもいいから体を動かすようにしてみたらいいんじゃないかなというふうに私は思いました。こんなところです。いかがでしょうか。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。